海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。海外のテック一時情報を原文から確かめるこの番組、今日は一本の使用書をじっくり読み解く回です。Google、クラウドが出している AI に会社の知識を教えるためのフォーマット OKF、その使用書が初版からたった6週間で大改訂されました。6週間出来たてなのにもう変わったの？しかも規模がすごい。使用書は451行から1003行、2倍以上に膨らみました。ところが公式ブログは足したのはボイであってルールは足していないと言うんです。行数は倍なのにルールは増えてない？どういうこと？増えた約550行の正体は何なのか、今日は実物のファイルを見比べながら V0.1 から V0.2 への変更点を全部解説します。これまじ全部見せて。先に答えを一つ言います。増えた約550行の中身は AI が書いた知識を信じていいか判定するための専用の記入欄でした。疑うための欄？実物が早いです。使用書の端末に同じ知識ファイルを V0.1 と V0.2 の書き方で並べた移行例が載っています。上半分は同じです。種類、タイトル、説明、V0.2 で増えた下半分に誰が書いたか、誰が確認したか、いつまで有効か、何を元にしたかが並びます。ファイルの頭に履歴書みたいな記入欄が増えたんだ。ここで OKF そのものを30秒でおさらい。オープンナレッジフォーマットの略で、会社の知識を AI に読ませる約束事。正体はマークダウンファイルを入れたただのフォルダです。頭に YAML フロントマターというメタデータ欄、下に普通のマークダウン本文。この2階建てです。必須の項目はどれなの？タイプ、種類を表すこの一つだけ。CAT で読めて Git クローンで配れて、タイプさえあれば合格。このゆるさが OKF の看板で V0.2 でも変わっていません。ゆるいままなんだ。じゃあなんでそこにわざわざ疑う欄を足す必要が出てきたの？いい質問です。理由は知識を書く主体が変わったから。ここからが今日の本題です。会社のメモを疑うってそもそも何？変なことが書いてあったら書いた人に聞けばいいよね。そう、それが人間のウィキの前提です。でも今の知識ベースは AI エージェントが書き、別の AI エージェントが読む場所に変わりつつある公式ブログに象徴的な一文があります。一晩で1万件。そうなると書いた人に聞くという当たり前がもう成立しないんです。1万件を人間が全部チェックするのは確かに無理だ。そこで V0.2 は読む側が答えるべき質問を5つに整理してそれぞれに専用の欄を用意しました。何から作られたか、どれくらい信じていいか、まだ本当か、今の範か、そしてこの数字は決められた通りに計算されたか。増えた欄は全部この5問のどれかに対応します。5問クイズにファイルの頭で答えさせるんだね。頭でが肝心です。 AI は知識を探すときほとんどの場合本文まで読みません。読む前に残すか捨てるかを決める、その判定材料を頭の欄に集めたんです。履歴書の一番上だけ見て面接に呼ぶか決める感じだ。では5問を順番に見ていきましょう。1問目、何から作られたか。 V0.2 では元にした資料をソースズという欄に列挙します。公式の実例バンドル、架空の小売企業のファイルで見てみます。注目は資料ごとに付けられる3つのシンボルです。オーサー、誰が作ったか。ユーセージ、カウント、期間内に何回使われたか。ラスト、モディファイド、資料そのものの最終更新はいつか。このユーセージ、カウント、1240はどういう意味？この社内文書は3ヶ月で1240回参照されたという意味です。よく使われ、最近も更新されている資料からの知識なら信じやすい。そう読む側が推測できます。回りくどくない？最初から信頼度85点みたいに点数で書けばいいのに。誰もがそう思いますよね。ここが今日一つ目のどんでん返しです。V0.2 は信頼度スコアを検討した上で入れないと決めました。信頼のためのアップデートなのに信頼度は書かないの？使用の言い分はこうです。点数は主観的で、つけた人の基準が読む人と同じとは限らない。組織をまたぐと意味が通じない。そして書いた瞬間から古びていく。記録するのは1240回使われたのような客観的な事実だけ。何点と評価するかは読む側がその都度計算すればいいという割り切りです。採点基準が後で変わっても事実の記録は腐らないもんね。細部も徹底しています。本文の出典脚注は番号を使わず、ソースズの ID、お名前で参照します。エージェントがリストを並べ替えても名前なら壊れないからです。書き手が AI である前提で脚注の振り方まで決めてあるんだ。2問目、
どれくらい信じていいか、ここで V0.2 は、Generated と Verified という2つの欄を意図して別々にしました。書いた記録と確認した記録が別々ってこと？はい。Generated は、この内容を誰がいつ作ったか、Verified は、その内容を誰がいつ元データと付き合わせて確認したか、書いた本人と正しさを保証する人は別であっていいからです。この実例では、AI エージェントが書いた内容を翌日に人間が確認しています。名前の書き方にも決まりがあり、AI やツールは名前とバージョン、人間はヒューマン、自動処理はプロセスを頭につけます。その頭の目印、何かの役に立つの？ここが聞きどころです。読む側は、Verified の中身から信頼の段位を機械的に割り出せます。Verified がなければ未確認、機械の確認だけなら機械確認済み、ヒューマンのついた確認が1件でもあれば人間確認済み、3段のはしごです。役員向けの画面には人間確認済みの知識だけ出す、みたいな絞り込みができるんだ。公式ブログの上げる使い方もまさにそれです。ただし目安の信号でアクセス制御とは別物、未確認でも拒否はされません。3問目、まだ本当か。ここで増えるのが、いわば賞味期限のステール、アフターです。ステール、アフターに2026年12月31日と書けば、その日からこの知識は古いかもしれない扱いになります。実例では、経理ルールの年次見直しに合わせた日付です。期限が固定の日付なんだ。書いてから90日間有効、みたいな書き方もできそうなのに。そこも仕様が理由を明記しています。相対日数だと、いつ読んだかを計算に入れないと判定できない。絶対日付なら、今日の日付と見比べるだけ、AI にも普通のプログラムにも迷いようのない判定になります。牛乳のパックに、買ってから何日と書かれたら困るのと同じだ。そして4問目、今の繁華、ステータスが、ドラフト、ステーブル、デプリケイテッドの3状態を宣言します。引退した古い定義は、デプリケイテッドで残す。過去の再現用には使え、新しい仕事には出しません。期限切れや古い版を本文を開かずに機械で洗い出せる、知識の棚卸しがしやすくなるんだね。まさにそれがこの欄たちの狙いです。では、いよいよ5問目に行きましょう。5問目、この数字は決められた通りに計算されたか、今回の改定で唯一の丸ごと新しい知識の種類が登場します。想像してください。経営会議で AI に、今年度の売上はと聞いて、AI が金額を即答したとします。その数字、どこまで信じていいんだろう。出どころの資料が全部正しくても、まだ落とし穴が残っています。AI がその場で自作した SQL で集計していたら、経理が決めた売上の定義と、微妙に違う式かもしれません。確かに、返品分を引き忘れてる、とかありそう。その、数字は決められた通りの方法で計算されたのかに答えるのが新しい概念タイプ、アテステッドコンピュテーション。直訳すると、実行が証明された計算です。さっきの架空企業の実例がこちら、会社公認の計算式そのものを一つの知識ファイルとして封印します。ランタイムが実行形、この例ではビッグクエリー、パラメーターズが埋めていい穴のリスト、この式で AI が埋められるのは、年度の数字だけです。AI が式の方を書き換えたくなったら、仕様に明記されています。エージェントに許されるのは、宣言済みパラメータや値を入れることだけ、計算式を書くことも、直すこともしてはならない。と、AI には穴埋め問題しかさせないんだ。そして実行の後に、検算訳が控えています。流れを図にしました。実行形は、実際に走った SQL と結果を、レシートとして返します。それを、アテスターという、LLM を一切使わない決定論的なプログラムが検査します。いるのは2点。公認の式に値を入れたものと、実際に走った式が一致するか、表示したい数字がレシートの結果と一致するか。AI の答えを LLM 抜きの普通のプログラムで検算するんだ。一致しなければ不合格。テーブル名のすり替えも、こっそりの条件追加も、式ファイルの差し替えも、全部ここで落ちます。不合格の数字は表示しないが仕様の描く流れです。多分合ってる。あ、機械的に確かめたに変わるんだね。ここが今日の山場でした。この動画がわかりやすかったら、高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。山場の後にも注意があるんだよね。2つあります。まず、OKF 自身は何も実行しません。記録するのは、式と検査のやり方まで、実行も検査も使う側の仕事です。それと、さっきの Verified とこの称号は別物です。Verified は、定義が今も会社のルールに合っているかの確認で、記録がファイルに残ります。称号の方は、今回の実行
が正しかったかの確認で、毎回その場限り、両方揃って初めて成立します。定義が正しくても実行がずるならダメ。実行が正しくても定義が古いならダメ。ってことか。そういうことです。では最後の実務の話。V0.1 で作ったフォルダはそのまま使えるのかに行きましょう。もう V0.1 で書いた知識フォルダがある会社は全部書き直しなの？結論、そのまま読めます。今回の変更は、追加が本体で、新しい欄は全て任意。書かなくても、そのファイルは V0.1 の時と同じ四角で有効です。ただし、置き換えが2つだけあります。1つ目、最終更新を記録していたタイムスタンプの欄は、Generated の中の at に、2つ目、本文の下に並べていた引用リストの Citations は、さっきの Sources に、この2つが新しい書き方に席を譲りました。その2つを使っている古いファイルは読めなくなるの？読めます。仕様は読む側に新しい欄がなければ古い書き方を見に行ってよいという救済ルールを定めていて、公式ブログも V0.1 のバンドルは無変更でそのまま使えると明言しています。面白いのは言葉選びです。同じ2つの変更を使用書自身は意図的な破壊的変更と呼び、公式ブログは2つの意図的な解明と表現しています。中身は同じで温度だけ違う。使用書の方が自分に厳しい言い方をしてるんだ。そして冒頭の謎、行数は倍なのにルールは足していないもここで回収です。必須項目は今もタイプただ一つ、増えた約550行は全部使いたい人だけが使う語彙でした。語彙が増えただけでゆるさはそのままだから公式はルールは足していないって言えるんだ。最後に限界も見ておきます。これはバージョン 0.2 ドラフトの正し書きは外れましたが 1.0 の安定版ではありません。まだ形が変わる可能性はあるんだ。それからさっきの照合の仕組み、レシートの細かい形式や検査プログラムの互換性は使用書が検討した上で先送りと明記しています。設計の輪郭はあるけれど実行部分の細部はこれからということです。一番かっこいい部分が一番未完成でもあるんだね。それと Google が同時に更新したツール群は参考実装、つまり試作の位置づけです。実際の採用数も公表されていません。ここはこれからを自分の目で見ていくところだ。あともう一つ気になってたんだけど、欄がこれだけ増えると AI に渡す文章がその分長くなっちゃわない？いい質問です。仕様の設計は外から絞る向きにできています。メタデータは文書の先頭にまとまっていて、フォルダごとのインデックス MD が中を開く前に何があるか見るための目次になるタイプで絞り込む用途も仕様に明記、頭の欄と目次で交通整理して本文は選んだものだけ開く、そう作れる設計です。ただしその実行部分をどう作るかは仕様が非目標と明記して作る側に委ねています。で、実際どれくらい軽くなるの？その実測はまだ誰も出していません。オーバーヘッドの数値も仕様にはない、そう作れる設計までが今日言えることです。OKF をゼロから知りたい人向けの入門解説は概要欄に置いておきます。使用書は今も短いので原文を直接読めるのもいいところです。整理します。V0.2 の追加は出どころ、信頼、鮮度、状態を記す任意の欄、知識の棚卸しのための語彙です。信頼は点数で書かず客観的なシグナルで示す。そして計算式は封印して実行は LLM 抜きのコードで検算する。 AI に知識を書かせる時代の答えが AI を疑える形式にしておくなの。ちょっと皮肉ででもすごく実用的だね。内容と一緒に信じていい根拠を機械が読める場所に置く。 OKF に限らず持ち帰ってほしい。これからの設計思想です。6週間で倍になった使用書の正体すっきりしました。海外テックのこれマジいい解説割なとヒントでした。バイバイ。高評価もいただけると次の深掘りの励みになります。